改めまして、皆さんおはようございます。今日は12月の6日、双子座の満月がやってきます。そしてこの双子座の満月のタイトルがなかなか衝撃的な夢実現の邪魔になる、邪魔を実はしている人間関係。これを手放していきましょうというのが今回の満月のテーマなので、ぜひ2026年を最高の1年にするためにいらないものをここで手放しちゃうという満月にね、するために最後までご覧ください。で、今回はですね、12星座別の星読みアドバイスもいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあもう早速なんですけれども、まず満月図を皆さんにお見せします。で、これはですね、何のこっちゃわからない、ただの、マークに見える人もいれば、先生術をちょっとやってる人は、ああ、なるほど、こんな場所にあるんだな、という解釈にもなると思いますが、学んでいる方もね、参考になるようにちょっとお話ししますので、一応これをお見せしておきます。ですがですね、先生術習ってない方も大丈夫です。ちょっと専門用語入るような説明が最初あるかもしれませんが、結果的に何をすればいいのかという誰にでもわかる解釈を最後にいたしますので、ぜひご覧いただきたいと思います。で、まずですね、これ満月図を見るときにどこで起こっているのか。これは日本人の皆さんに共通のチャートなので、今これを見ている方が日本人であれば、皆さん、ロクハウスのここで、これね、今クリクリしているところで起こっていて、この横についているこのくにゅっとしたマークがありますね。実はこれがとても大事で、小惑星、プシケという小惑星がくっついている、満月だということがまず第一ポイントです。で、満月なので、もちろん向かい側12ハウス、いて座というところに太陽があるんですが、今回はその太陽がジュノーという小惑星と火星と一緒にくっついて、オポジションということになっている。ここがまず星読みの大きなポイントになります。で、この月とプシケくっついてるんですけれども、Q ハウスというところにある天秤座のパンドラという、またこれ小惑星なんですけど、これとですね、2ハウスのパラス、これね、という小惑星と、風のグランドトラインというのを作ってるんです。で、これはですね、全部今言ったのは小惑星で、新時代占星術の特徴として、小惑星をとにかく読まないと今当たらないんです。これ、今年おかげさまで2025年、私の YouTube、ものすごい、急にチャンネル登録が増えたんですが、それは、めっちゃ当たってるやんっていう、噂がですね、広まって、それはなぜかというと、小惑星占星術で、読むということで、流れが変わってくるわけです。他の動画でも出してますけれども、例えば高市早苗さん、魚座って読むと絶対に立候補しないし、ですね。で、例えば、この間も出しましたけれども、片山さつきさん、お牛座って言ったら、一番左脳から離れている、頭を使うんじゃなくて、感覚だけでやる。だけど彼女はめちゃめちゃ頭がいい。ね。それから、小野田公美さん、西洋聖書術で読むと、すごく包括的で適当な人となるんですけど、一番今までの大事の中で細かいところをつついてきますよね。ですから、やっぱり読むべきところっていうのが、先生術も変わってきてるんです。なぜならば、今私たちコミュニケーションって言っても、コミュニケーションの彗星だよって言っても、昔は彗星が強くないとコミュニケーションできなかったんです。で、それは会って喋るというエネルギーだから。でも今、SNS で名前を隠して、こっそりペンネームでたくさん発信してる人いますよね。じゃあこれどうやって読むのってなりますよね。だからこういうところをやっぱり新しい時代に合わせて読んでいくと、どうしても小惑星が大事ということで、今回の満月もこの風のグランドトラインが大事です。それからですね、実は水のグランドトラインというのもできていて、これは王道の水星と海王星、土星、それから木星っていう最も影響力を与えるところでグランドトラインがあります。プラス、今年の特徴である冥王星と海王星と天王星のちっちゃな三角形というのも今回も存在しています。で、これを全部足して、ミキサーにかけて、パンと出来上がったジュースとして、この星読みをすると、今回の双子座のテーマは、コミュニケーション、学び、情報処理、言葉や文字にすること、呼吸すること、テクノロジー、つながりというキーワードが生まれてきます。
そしてこのテーマで2つのグランドトラインができていて、このグランドトラインをくっつけると、新しい時代に適応する学びと人間関係の場所にエネルギーを注いでいるということになります。で、今回のこのグランドトラインに関わっている、よいしょ、天体のサインすべて依存ではなく自己責任、それから風通しの良い場所にいること、居心地の良いつながりであること、それからポジティブなマインドと言葉の交流ができることというキーワードにつながるアスペクトを形成しています。つまり、避けるべきものっていうのは、実は人間関係で、この機会に。で、どんな人間関係を手放していくかというと、不平とか不満とか人の陰口。これはもちろん波動下がるの分かりますね。こういうことを言う友達、周りからはもうそっと離れていきましょうということなんですけど、プラス、あれ、これいいじゃないと思いがちで、実はマイナスになっているものっていうのが、慰めとか、なんか寄り添いのようで、実は足を引っ張っているエネルギー。なんか自分以外のもののせいにしようとするエネルギー、それをこう増幅させるような人間関係を手放していく。そのような言葉を発する人たちから離れていくっていうことなんです。例えば、私は大学で心理学もやりましたが、詐欺師っていうのは優しいよって習うんですね。そして、あなたの心に絶対寄り添ってきて、あなたは間違ってないよ。あいつが悪いんだよねっていう言葉から入るんです。で、これが人を騙す人の、手口なんですけれども、つまりなんかこう優しく寄り添ってくれると嬉しいような気がしますが、もうあなたはそれ以上変わらなくてもいいよ。つまりこれ以上上昇できないところにあなたを置いておく。つまりそれはコントロールされているという形なんですね。私も行かないからあなたも行かないで一緒にここにいようよっていう人間関係っていうのは、それよりももっと上に行くために頑張んなさいよってこう後ろを叩いてくれるような人たちと関わっていくっていうことが2026年はとにかく大事、風の時代ですから。なのでちょっとそこでね、人間関係の整頓というのをしてみることがとても大事だと思います。2026年は共に成長し合える自立した精神を持つ同志とのつながり、それから人間関係の構築が最大の武器となります。この満月をきっかけに、光の言葉を話す人、ポジティブで上に持ち上げてくれるような言葉をしゃべる人、それから宇宙的な広い視点を持っている人、高い波動を持っている人、高い周波数を持っている人、マインドが軽やかな人っていう人たちとつながりを意識していきましょう。満月っていうのはある種の手放しが必須ですから、こうしたポジティブで軽やかなつながりの邪魔になる、そっちに行かない方がいいよって引っ張っちゃうような手放しをしていくことが全体へのアドバイスとなります。で、満月は振り返りの時でもありますので、毎月満月のタイミングで見つめ直すテーマに取り組むということで、成長ができるように、設定されてます。何もかもやり直すっていうと大変ですから、それをしようとすると結局できなくて何もやらないで1年が過ぎちゃう。なので、こうやって満月の振り返りは12星座別に今回、ここだけでいいんでやり直してというテーマをまとめましたので、それだけでいいです。全部やろうとしない。これだけでもしっかりやる。なので、ここから星読みナビゲーターの皆さんにも来ていただいてますので、ちょっとお話をしていただきたいと思います。もう順番に12星座ダーッといきますので、まずはお羊座から聖子さんお願いします。お羊座さんは思考とコミュニケーションと交流のテーマにスポットライトが当たります。今まで学んできた学びの再構築、再確認や再受講もこの時期おすすめです。ただこの時期、衝動的な発言には注意が必要です。はい、ありがとうございます。本当めちゃめちゃ注意です。まきこさん、お牛座お願いします。はい。大石田さんはお金や持ち物、自尊心を見つめ直す時です。また、長期の目標に対する今後の収入と支出の計画は妥当かどうか、そこにも注意を払ってください。はい、ありがとうございます。双子座さん、私行きましょう。自己意識や自己表現、好奇心の高まりを感じやすい時です。信頼できる仲間との目標の確認をしましょう。
安易に信じて、誰でも彼でも信じたら騙される星巡りなので、ここ見直しをしてください。あなたの今関わっている人間関係大丈夫ですか？裏で騙してる人いませんかっていう見直しを必ずやってください。蟹座さん。はい。蟹座さんです。潜在意識や内なる自分自身を見つめ直す時期です。この時期は日常習慣や時間の使い方の再確認をするといいでしょう。マイナスになる行動は考えすぎに注意です。はい。はい。じゃあ、獅子座真紀子さんお願いします。長期的な目標やコミュニティを見直すときです。クリエイティブに人と関わって、うちにこもりすぎないようにしましょう。はい。乙女座さんです。仕事、キャリア、と家庭やプライベート。ね。このバランスの見直しの時です。自己肯定感を高く保ちながら見直しをしてみてください。聖子さん、天秤座。はい。天秤座です。天秤座さんは学んできたことを活かせているか、全体的な広い視野と細かい理解ができているかといった再確認をするのに最適です。ただ、勘違いしてないかなども含めて要チェックをしてみるといいです。はい。さそり座真紀子さん、お願いします。はい。さそり座さん。深い感情的なつながりや財産、投資、収入、支出を見直すときです。あらゆる面でコントロールしたくなる気持ちには注意しましょう。はい。伊手座さんですね。個人的な関係や仕事上の人間関係やパートナーシップの見直しと自己主張とのバランスの見直しですね。誠実であることを心がけて、もう一度自分自身の発信などをチェックしてみてください。柳田さん、聖子さん。はい。ヤギ座さんです。日常のルーティンの見直しとマインドフルな時間やセルフケアの取り組みをするといいでしょう。ですが、頑張りすぎには要注意です。頑張りすぎるからね、柳田さんね。水亀座さん。はい。水亀座さん。クリエイティブに自分を表現する方法や、コミュニティでの自分の役割を再確認しましょう。自ら進んで動いているかの確認も必要です。最後、魚座さんです。家庭における環境や状況と自分自身の使命や責任についての見直しです。どちらも両極端ですけれども、両方見直さなきゃいけないときですね。癒しを与える存在としての自分自身の役割っていうのをもう一回再確認してみるといいでしょうと。いうことで、以上、12星座別です。できるだけシンプルに簡単にまとめないと手放してなかなかできないので、これだけでいいんで、まずやってみてください。いろいろやろうとしないで。で、プラス、さっき言ってたように全体に言った人間関係ですね。優しいけど、何なんだろう、これ結局この人といると私ってずっと成長しないなみたいなところを見つめ直していく必要はあるかもしれないと思います。ということで、以上、双子座の満月の、星読みとアドバイスでした。素敵な満月をお迎えください。